皆さんこんにちは、ミルク伯爵です。エナとスレディの続きやっていきます。サブイベが発生してるので、できる依頼はやっておきましょ。エナちゃん、ちょっと頼まれてほしいんだけど。今回からボイスボックスを導入してみました。報酬はこれぐらい？何を持ってくればいいですか？値段聞いて一気に笑顔湧くさ。わかりやすいね。普段はあんまり使わないんだけど、モンスターのコアが必要になっちゃって。ここら辺のモンスターコアを3つほど持ってきてくれると助かるわ。お願いしますよ。持ってくればいいだけですか？コアはある程度持ってたよね。そう、集めたらまた私に話しかけてね。よろしく頼むわね。サブイベが追加されました。用語辞典から確認どうぞ。一応見てみるか。マルマッシュ、ゴブリン、パットンを1個ずつね。確か各自1個ずつ持ってた気はする。あります。ゴブリンのコアは、エーナに装備してるから外しちゃうか。持ってきてくれたんだね。ありがとう。これ報酬ね。ちょっと待っててくれる？はい。用も済んだしコアも返すね。武器スロットにつけて活用してね。コア返してくれるのね。優しい。そしてエーナと信頼度20でわがまま賞状獲得。記憶がなくてもその本能は覚えている。もしかして勇者の時と割と性格変わらないのか？もうわかんねえな。記憶がなくともその本能は覚えている。さあ、今日も思うがまま生きていこう。石板の映像ではいい人そうだったのに、新しい石板映像を見れば本当かどうかわかるかな？愛花からもサブイベ発生してるので話してみましょ。どうすれば。どうしたの？こんにちはシェロさん。ご入り用は何ですか？いや、別に用はないけど、シェロさんは困ってる人は放っておけない。逆に、何かない？愛花は。そうですね。一月になる知らせが届きまして。その、その、シロさんが依頼で倒した魔物がいたじゃないですか。ゲーテ遺跡内にいた魔物ですね。そこそこ弱かったやつ？その魔物は群れの中でも端くれだったみたいです。近くの街道で同種の魔物の群れが確認されたみたいで、そのほとんどが通行中のギガ商会に倒されたらしいのですが、一匹だけまたゲテに逃げ出したみたいで、私にも気をつけろと通達が来たのですが、私はろくに戦えないので少し不安なんです。じゃあ私たちが倒しておいてあげよっか？シェロさん、何をしようとしてるんですか？ただ働きはぜ。第2、出た。話が進まなくなっちゃうよ。ちょっとためが多すぎんよ美少女エーナさん。しませんからね。やっぱこの人勇者じゃないだろ。もし倒していただければ報酬はお出しできるのですが、引き受けていただけませんか？もちろんやらせてもらいます。愛花さんの安全な旅のお手伝いをさせてください。熱い手のひら返し、さすがエーナさんやでー。まあエーナもそう言ってるし。じゃあ任せてもらっていい？言っちゃうわよ。もちろんです。どうかよろしくお願いします。よし、じゃあゲーテ遺跡に行って犬っころを倒しに行きましょう。で、どこ行くの？冒険者になるならギルドの登録が必要だけど。界隈で始まっちゃった。そうだな。一番近いのは、リングベルムかな。リングベルムはここら辺で一番大きい町だね。もともとはマリン川の町だけど。マリンって何ですか？わかるように説明してください。私も知りたいです。グリス？こんな基本なことも教えてないの？痛いですね。これは痛い。そりゃあ、聞かれていないからな。まあ今までのエーナは興味なさそうだし。シェロ、今私のことをバカにしましたね。いいですか？あなたは私が無知であることにそういう態度を取りましたが。元来私たちは無知の状態が自然なんですよ。あなただって私たちが扱う魔法の仕組みを理解できてませんよね。しかし私はあなたを嘲笑う行動は。落ち着けエーナ。私が教えてなかったのが悪い。マリンとギガル。もともとは2つの世界があったんだ。マリンは魔法、ギガルは科学が発達した世界だった。対照的な世界。それが2年前、本当に突然、2つの世界が混ざり合った。ものすごい魔法使いなら世界融合とかできそう。まあ融合したりした年もあるんだが、今でもマリン川、ギガル川と分けて呼ぶことが多いな。今から行くリングベルムはマリン川、魔法世界にあった都市だね。もともと大きくなかったらしいけど、今は交易の中継都市として大きな中立都市だよ。リングベルムに冒険者のギルドがある。まずはそこを目指すぞ。シェロさん。そうですね。何？エーナ。銃弾ぶっ放すときに、ボソッとつぶやくあれなんですか？もしかしてスキル名のことか？何って、
技名だけど。何や。技名？まさか。いやまさかとは思いましたけど、もしかして自分の技とか決めてる人なんですか？嘘やろ。まあそうだけど。普通に冒険者ならみんなそうだと思うけど。まあ大体の人は名付けてる印象はある。つかぬことをお聞きしますが、それ恥ずかしくないんですか？別に。いや、全然。でも口には出さない気がしますけど。うわなんでそんなかわいそうな人を見るような視線でこっちを向いているの？いやいや、みんなやってるし割と普通だから、自分で何をしてるかを声に出すことで、自分の行動に自信が持てるし、あとは、パーティーを組んでる時なら技名で味方の行動が分かって動きやすいでしょ？チーム連携は大切ですからね。そうですか。いやー、きついっす。いや、なんけど。無言は気まずいからやめてくれ。なんですか？私はただ、自分で考えたかっこいい技を口に出すのって恥ずかしくないのかなって思ってるだけですけど。もう十分だ。そんな辛辣なこと言わないであげてエーナさん。いや、まあ、最初は思うところがなかったわけじゃないけど。というか、技名は置いておいてもさ、エーナはもうちょっと戦闘中に何をするかこっちに伝えてよ。エーナのことを打ち抜きそうな場面が何度もあったよ。公営職ならではの悩みですね。私は後ろを振り返らない主義なんです。過去も態度も戦闘中も、どうですか？言葉の響きだけはいいですね。自己中心の化身だ。いっそのことエーナごと打ち抜いていいんじゃないかな。いやでも、打ったら打ったでうるさそうだしどうすればいいんやら。よしよ、行く。これが愛花の言っていた魔物ですね。エンリルリーダーか、強そうだな。けどこっちにはグリスも加入したんだ。3人でボコしてやるよ。ダメだこいつ強いわ。俺もうね、逃げる。結構強いですね。私はサポートに専念した方がいいですかね？スキルリセットして、もう1回挑んでみるか。スキルリセットしてきました。体力が多いエーナがカバーを使い、たったりのダメを抑えつつ、グリスで敵に打属性弱体化を付与し、シェロさんのクリティカル頼りの攻撃で倒す。これでやってみるか。いいよ、来いよ。待って全体攻撃は、俺もうね、逃げる。愛花の平和な旅はしばらく諦めてもらいましょ。なんてこと。さっきの話の続きですけど、二つの世界が合わさって今の世界ができたって、本当ですか？案外記憶喪失前のエーナがやってたりして。本当だよ。それもたった2年前、未だに世界統制とか時勢はぐちゃぐちゃになってる。ああ、もうめちゃくちゃだよ。ひえー。いや、まあそれもそうですよね。別々の世界で文化も常識も違うのに、突然一緒の場所に放り込まれたら当然確執は生まれます。私はマリン側なんですかね。多分、回復魔法とか魔法山攻撃習得おそらくはな。マリンでしょうな。基本的にマリンの人間は魔法を応用して戦うものが多い。ほとんどのものが初歩的な使い方は分かっている。一方ギガルは、機械を使って魔法を効率的にエネルギーに変換してる。魔素の存在すら知らないものも少なくはない。そうなんですね。じゃあ、シェロには私が見えてる魔素の流れみたいなのは見えてないんですか？どうなの？魔素って見えるものなの？初めて聞いた。マリンの人しか見えないとか？バカマリンでも魔素が見えるものなんてごく一部だ。私も稀にしか見えん。ジョージ魔素が見えるエーナはやべえやつってあれそうなんですか？いややっぱり私って選ばれたものだったんですね。なんとなくそんな気はしてましたけど。勇者ってのも勘違いじゃないのかな。間違ってたら恥ずかしいよ。はあ、そんなことありませんが、私は勇者だって確信を持ってるんですけど。私がもし本当に勇者だという証拠が見つかったら、低身低等して有り金全部寄付しやがれください。約束ですからね。傍若無人の擬人か。ちなみに勇者じゃなかった場合はどうするの？私の心は勇者なので大丈夫ですよ。なんでもありだなこの美少女。ああ、もう。大丈夫？大丈夫ってなんだろう。相変わらず翻弄されるチェロさんであった。お、新しいエリアですね。そして早速戦闘、やっちゃいますか。アルミラージ、バグプランターか。バグプランターくんはハロウィンの時期に人気出そう。お、プランターくんは打弱点か。なるほど。アルミは突属性ね。エーナの残属性が活躍する場面ないな。悲しいかな。うわ、すごい。村の外にこんな森が広がってるとは知りませんでした。ちなみにここの名前は妖精の森らしいです。アルカ村はかなり辺境だからね。正直来るまで結構迷ったんだよ。住民も4人しかいないしね。それは、シェロさんが、家まだ早計ですかね。おっと、そ
と焦るな。まあここら辺の地理はわからないからグリスに聞いた方がいいかな。グリスこっちの方向で合ってる。あれ目閉じちゃってるけど。グリスちょっと、お願いします。すいません。スピー。おま、このタイミングで寝るのかよ。やめてください、本当に。これ。寝てますね。落ちたな。まあ睡眠を一番優先してる。寝てるんだ。いつから寝てた？出発して割とすぐですよ。今朝ですね。村出て会話した後すぐ寝たのか。通りで会話に入ってこないわけだ。これ、寝ながら歩いてるの？確か寝るために自動化魔法師。ちょっと置いています。この状態で私に自動でついてくるようになってて、簡単な戦闘もこなせます。この、自律型プロテクト追尾システムを作るのに1年かかったとかなんとか。睡眠に対してのサボることに心血を注いでる。間違ってるよ。いや、まあ、私はリングベルムから来たから、方向さえ間違わなければ着くでしょ。行こうか。そうだったらいいんですけどね。何その意味深？どういうこと？グリスにここら辺の情報聞きたいけど、寝てるからな。そして復元装置。は機能してなさそう。復元装置は壊れてるみたいです。グリスが起きていれば直してくれるかもしれませんが、肝心な時に寝てて役に立たないやんけ。まあとりあえず周囲の探索してみますか。妖精出てくるのか。まあ場所が妖精の森だし、不思議ではないけど。妖精は初遭遇なんでとりあえず弱点探り。やっぱ、シェロさんの9ショット、最高やなって。弱点じゃないと雑魚敵でもマジで硬いな。嫌だね。やっと倒せた。アルミ君の弱点つけるのが、今んとこグリスしかいないから大変だわ。そういえばピクシーコアが落ちたね。どんな性能だろ。経験値 5% 上昇か。普通に使えるコアだな。レベルが少し低いグリスに装備しときましょ。すんごい苦しい顔になってますよ。大丈夫なの？どうしたの？そんな苦しい声出して。おにぎり食べる？どうぞお召し上がりください。あなたは私を犬か何かだと思ってませんか？おにぎりはもらいます。似たようなやりとりをゲーテ遺跡で見た。いくら入りですね。醤油が染みて美味しい。美味しい。今日は当たりだ。よかったね。当たり外れあるんです？当たりとか作ってるんですか？自分で食べるものに？すごい変態だな。一人でずっと同じようなご飯を食べたりしてるとどうしても飽きが来ちゃってね。持て余した遊び心をこういうところで使っとこうかなと思って。なんで一人遊びをうまくする方向に行っちゃうんですか？仲間とか見つければいいのに。グリスの依頼の時も一人行動ですよね。なんか、ノリが合わなくてね。いや、もう無理です。楽しいですか？これ。どんな気持ちや？まあ、とっても楽しいとは言い難いけど、暇つぶし程度にはなる、こともある。変人を見るような目で見ないであげて。で、エーナは何を言おうとしたの？そういえばエーナが苦しんでいたんだ。こうやって雰囲気が暗い森に潜ってると、どうしても変な汁とか虫がつくじゃないですか。それがもう気持ち悪いんですよ。ただでさえ薄暗く気分も暗いのに、妖精どもは小さく飛び回るせいで当てづらい。イライラします。シェロさんどうにかしてください。って逆ギレする予定だったんですけど。逆ギレって計画するもんじゃないでしょ。だけど、何？言ってくれよ。私以上に動き回って体中に汁とかついてるシェロさんが、そこらあたりを全スルーして淡々と物悲しく一人遊びの話を始めたのを見て、一人旅が長すぎて感性が削れきってるんだな。私は感性が死んでなくてよかった、と我に返りました。よかったですねシェロさん。逆切れされなかったことに喜べばいいのかな。感性がないことに否定はしない。これからは一緒にご飯を食べましょうね。エーナが気を使うって相当だなおい。わすっごい哀れまれてる。シェロはお一人様を覚えた。信頼度20達成ですね。どんなのか見てみますか。一人で旅をしてきた身としては、騒がしいのはあまり慣れていない。エーナが飽きるまで付き合ってやろう。なんやかんやでエーナに付き合ってあげるのね。割とこの状況を楽しんでるのかな？今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。